結構長期的に見ると割と損してるなと思うことも多くて、このジャッジをした時に、この人からもしくは特定の誰かからとか信用を失う。僕は金よりも。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成術などの内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、今回は何でしょう？はい、今回もちょっとお願いします。今回の相談がですね、僕今管理職っていうポジションなんですけども、管理職として、いわゆるその何かを決断する際にどうしても僕は損得を考えてしまうことが多くて、本社長が何かを意思決定する際に判断基準にしていること、ここはちょっと押さえておいた方がいいよみたいな、もしアドバイスなんかあればぜひいただきたいんですが。損得って何のこと言ってるんですか？例えば、ちょっと何かを判断するときに、例えば予算的にあんまり粗利が出ないなとか、ここまで人員を割く必要があるかなとか、どうしてもどっちが損でどっちが得かみたいな、そういうところで判断することが多いんですよ。それが正しいのか。だからあれですよね。世の中多分みんな大体その損得ってすぐ経済的な損得で考えるってことですよね。そうです、そうです。ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。ちっちゃいですか？当然その会社、ビジネスをやる上で、もちろんこの仕事が損をするのか得をするのか、これはもう当然考えるのは当たり前のことなんで、経済的なその損得っていうのを当然考えると思いますと。多分管理者とかで言うと、そういうところだけじゃなくて、様々なところでやっぱり判断をしなきゃいけないときっていうのはあると思うんですけど、大体の人が、まず一つは、経済とお金に関する損得しか考えない。時間軸が基本みんな短い。これが結構良くないというか、判断を誤らせたり、短期的に決断は、経済の損得で、お金の損得で短期的ないいと思われる判断は、結構長期的にはマイナスなことが多くて、これ例えば一つ、従業員も見てていっぱい思うんですけど、今目の前で給料が高い会社に、今目の前これだけもらえるからと、行きましたと。こんなパターン結構あるわけですけど、結構長期的に見ると割と損してるなと思うことも多くて、例えば、じゃあ今、普通の会社でじゃあ月給30万ですと。30万働いてますと。ひょこっと月給40万もらえる、良さげな会社ありますと。今すぐもらえますと。今10万もらえるのかってやっぱ映っちゃう人多いですよね。長期的に見たら、この会社はずーっと40万ですみたいな。なんなら機会もあんまりありません。ずっとフルコミッションで、例えばですよ。やり続けなきゃいけない。一方、こっちは今30万かもしれないけど、ステップがちゃんと自分が頑張ればあって、こっちは下手したら年収1000万になる可能性があります、10年後にと。わかりやすく言うと、こういうことで、10年後考えたら残った人がそうなってる可能性と、出ちゃった人がずっと40万で、年収500万ぐらいとか、なんならボーナスも全然少ないと。500万ですと。10年後見たらこういう差って結構あるんですよ。単純に考えたらそういうことが結構あるんですよ。なので、一つはやっぱり、損得っていうのは、まずやっぱり長期的な視点で見ることが結構大事ですと。長期的な視点。二つ目は、損得ってお金だけじゃないよと。一番僕が気にしてるのは、信用信頼の損得もありますよ。これ目に見えないからみんな見ないんですよ。でも、例えばですけど、じゃあ何かを判断するときに、お金だけで見たらこっちの方が得ですと。こっちの方が得ですと。お金見たけどこっちちょっと損ですと。でも、その信用信頼の観点から言ったら、絶対こっちの方が得をします。こっちはちょっとどうだろうな、みたいな。短期的に見たらあんまりないんで、それは。わかんない。でもどう考えてもこっちの方が、まさに損して得取りで、お金はちょっと損するけど、信用信頼的に考えたら、こっちの方が圧倒的に得するな、みたいなことが結構あるんですよ。こういう時は絶対にこっちを選びますよ。なるほど。信用信頼の損得っていうのは具体的にどういったものを指しますか？例えばだからこのジャッジをした時に、この人から、もしくは特定の誰かからとか、信用を失うジャッジメントっていうのがある時ありますよね。それこそ、あんまりこれ言うと怒られるかもしれないけど、
じゃあ、ネットワークみたいな。ネットワークのなんかもの入ったとするじゃないですか。例えば目の前、これ売ったら、俺に1万円の利益が入ると。はい。それを友達に売っちゃう人とかいるじゃないですか。でもこれって目の前だけ考えたら、経済的に1万円得するんですよ。これ売れば。友達だからある意味話しやすい。でもこれを売ろうとやっぱしたときに、友達はもしかしたら渋々、むしろ関係性を壊したくなくてとか、なんかいろいろ遠慮して買ってくれるかもしれないけど、僕だったら、もうこの人からは、そういう、ね、なんかこう自分のお金のために、私にこう、いいよいいよってすごい勧めてきて、本当にいいものかどうか私はわかんないけど、仕組み知ってるから、私に、このいいよいいよって言ったことでこの人利益がいてんなと思ったら、やっぱ信用は失いますよね。少しでも汚れますよね。ネットワークがいいとか悪いとかって言っても、僕はあんま好きじゃない嫌いですけど、僕だったらそう思うんですよ。こいつ目の前の1万円のために、俺にこんなこと進めてきやがったみたいな。目の前の僕との関係性を保ちたいということと、目の前の自分の1万円の利益、これ10万円でもいいですよ。10万円の利益考えたときに、こいつ10万円取りやがったみたいな。っていうことが知らないうちに起こってる可能性がありますよね。確かに。すごくいい例ですね、今のは。これも結局短期的な経済的なだけの損得だけで考えちゃったから、信用とかやっぱり結局そういうのって長期的なものですよね。お金は結構短期的なことが多いんで、お金の短期的なことを求めたときに、その信用を失っちゃう。実は減らしてる。もしくはその時点では減ったとわからないけれども、長期的に見た時にこっちも損するんですよ。この人こういう人だからって思われたりとか、この人こういう時にこういう判断するよねってやっぱ裏側で思われてることも多いので、長期的にはロスしてますよ。ただこれも気づかないロスなんで割と。だからこう判断しづらいというか、多分見づらいんですよみんなね。僕は金よりも信用信頼を詰めと。若い時こそお金を貯めるとか、お金を稼ぐよりも、信用信頼を詰まったら絶対に信用信頼詰めと。お金払ってでも詰めと。そっちの方が後々絶対に大きなリターンになりますよと。なるほど。これは損得であんま考えちゃいけないかもしれないですけど、でも絶対得しますよ。いや、そう思います、僕も。だからビジネスやっててもやっぱ思うんですね。ガツガツするのは悪いことじゃないですけど、やっぱこう、いるんですよ、会社経営者でも。自分たちのこう業績出すために、すごい例えばガツガツ営業して、割とこうリスクも全部取ってガツガツやると。伸びたりはするんですけど、結構裏側では、なんかやっぱあいつ、ビジネス的には、すごいとは思うけど、会社成長してすごいとは思うけど、人的にはちょっとね、みたいな。って言われてる人が結構いたりとかするんですよね。なるほど。それってでもすごい長期的に見たら、やっぱ損しますよ。会社経営としていう面は、一時すごくいい結果を出すかもしれないですけど、人間として見たときに、それこそ引退して、もう会社、金だけはあるけど、みたいな。時に、友達いないみたいな。別に金だけ入れば友達なんかいなくてもいいんだよって、若い時は言いますけど、いやいや、そんなに寂しいことないですよ。年取った時に。そうですね。はい。というよりか別に友達がいるかいないかというよりも、ある意味生き様の結果じゃないですか。はい。お金だけあって友達がいねえっていう老人がいたとしたら、いいか悪いかその人の価値観ですけど、ちょっと生き様としては別に僕は全然好きじゃないんで、別に友達を多く作りたいわけじゃないですけど、なんか別に死ぬ時どうせお金持っていけないし、お金があることよりも別に暮らせれば、あとはやっぱりつながりとか、誰かのために何かしてあげようとかって思う方が全然いいし、そういう関係性の人が周りにいる方がいいから。だから、とにかく一つは、経済、要はお金よりも信用信頼積むっていうことを考えた方がいいですよと。短期よりもやっぱり長期で考えた方がいいよと。あとは、やっぱり、道徳の基準だったりとか、人としてやっぱ正しいことをやるんだと。迷ったら必ずそっちを選ぶとかね。なるほど。その長期で考えるにも信用信頼を考えるのもそうなんですけど、やっぱ自分の目的目標が結構ちゃんと定まってれば、そんなに判断基準困ることないですよね。そこまでなんか、いつも判断に困ることって、僕はあんまないですけど、ないですか。判断基準っていう常に決めておくわけですよ。そもそも目的とか目標とか、ちゃんと持っていたりとか、どういうふうに生きたいかとか、どういうふうに仕事をしていきたいかとかって考えてれば、判断基準を必ず常に考えてるんで、そんな困ることないですよね。じゃあ目標目的とかと判断基準ってのもいわゆるセットで常に考えることが大事。そうですね。常に考えてればそうなりますよね。そうなる。なるほど。例えばだから、
わかりやすく目標もそうじゃないですか。今月の目標と10年後の目標があったとして、はい、どっちを優先にするかっていう考えがちゃんと定まっていれば、目の前に来た物事も、例えば10年後の目標の達成の方が優先だとしたら、10年後のこの目標達成するために、どっちの判断の方が役に立つか、いいのかって考えるじゃないですか。はい。同じように、だから1ヶ月後の目標を達成しようと思ってる中での物事が来たら、1ヶ月先だけ見て、それの良し悪しで判断するじゃないですか。もっと言うと、じゃあ1ヶ月後の目標と10年後の目標を考えたときに、この出来事はどっちにいい判断になるかって考えたときに、10年後はいいけど、1ヶ月はちょっとロスするなと思ったときに、これ今の目標達成として、自分的にはどっちの判断をするっていうのが、僕は時間軸長い方を基本選択するんですよ。で、なるべくここの既存しないように頑張るわけですよ。なるほど。って言ったらそういう判断をするだけなんで、優先順位は1、2になりますみたいな。あと具体的に仕事とかで行くと、はい、5月に決めたのは、判断基準は、まず何か物事が来たら、これはお客様のためになるかどうか。一つ目。最も優先事項。で、その次に会社視点。全体視点ですよね。で、三つ目に関わる人、関係者視点。この順番の優先順位を決めてたんで。なるほど。今も決めてるんで、まずはじゃあこの出来事って、どう判断するのが顧客のためになるか。これは顧客のためになるなって言ったら次に優先するは会社全体としてはどうだろう。次に関係者としてはどうだろうみたいな。関係者にとってこれがいいから、これが優先してやるなんてことはないわけですね。なるほど。例えば仕事のやり方変えますと。そういう判断が迫られましたと。はい。例えば、持ってきた人がやっぱり会社で働くその従業員のために、こういう風にした方が絶対いいと思うんですよねって持ってきました。でもこれを持ってきたことに対する判断は、まずはそもそも1個目。お客様にとってこれはいいことなのか。いい影響が出るのか。もしくは悪い影響が出るのか。もしくは影響ないかみたいな考えますと。もしお客様にとって不都合があるんだったら、ダメだと。それは従業員にとってはいいかもしれないけど、お客様にとっては悪い影響出るんで、優先順位はこっちだから、それは良くないねと言って、ダメっていう時もありますし。じゃあそもそももう顧客視点でマーケットインの発想っていうんですか？まあなんかそんな小難しく言わなくても単純にだってね、会社って世のため人のためって社会に必要とされないと基本存続できないので、はい、社会ってなんだって考えた時には、もちろんそのお客様も従業員もあるかもしれないですけど、でもやっぱ僕らとしてはやっぱりお客様は神様ではないですけど、でもやっぱり最も必要とされなきゃいけないのはお客様ですし、お客様にそもそも喜んでもらいたいからやってたりするので、当然僕らの判断基準はお客様基準ってだけですよね。だからまあこんな感じで別に決めておけば、別にこの順序は別に個人の自由だと思うんですよ。会社の自由でもあるし。ただうちはそういうふうに決めてる。僕はそういうふうに決めてるんで、先ほど言ったように、短期なのか長期なのかって考えますよね。だから従業員においても短期でいいことと、短期ではちょっとロスが出るけど、長期で考えたらこっちの方がいいよねってこと結構あるんですよ。判断基準で言うと。やっぱり長期を考えて、優先順位1、目の前にみたいな感じで判断しますよね。なるほどですね。モン社長みたいにやっぱり自分の中で判断基準を常に決めておけば、基本的には意思決定でブレることはないと。そうですね。ありがとうございます。まずはその損得っていうと、基本お金のことを思い浮かべてしまう人が多分多いんですけど、損得においては経済だけでなくて、信用的なところも損得ありますと。なので僕としてはお金よりも信用信頼を常と思います。そして時間軸。短期的な判断をしてしまう人が多いんですけど、やっぱこれは必ず長期的なことを優先するべきだと。損得は経済よりも信用信頼を優先。短期よりも長期を優先と。そして自分の中で常に目的とか目標を考えた上で判断基準を常に持っておくと。で常にやっぱその優先順位を考えながら判断して、お金よりも信用信頼、短期よりも長期というふうな考え方をミックスできていれば、そんなに迷うことはないし、おかしい判断をすることはないんでないかと思います。皆さんからいただくコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったら、いいねやコメントをお願いいたします。